ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。ただところどころに塗りのはげた大きな丸柱にコオロギが一匹と待っている。羅生門が朱雀王子にある以上は、この男のほかにも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう2、3人はありそうなものである。それがこの男のほかには誰もいない。なぜかというと、この2、3年、京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて焚木の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから羅生門の修理などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして孤児が住む、盗人が住む、とうとうおしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると誰でも気味を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わりまたカラスがどこからかたくさん集ってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなる時にはそれがごまをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は刻限が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころを崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は7段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の襖の尻を据えて右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは4、5日前に暇を出された。前にも書いたように当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも実はこの衰微の小さな余波に他ならない。だから下人が雨闇を待っていたというよりも雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上今日の空模様も少なからずこの平安朝の下人のセンチメンタリズムに影響した猿の小草刈りから降り出した雨はいまだに上がる景色がない。そこで下人は何をおいても差し当たり安の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとして取り留めもない考えをたどりながらさっきから朱雀王子に降る雨の音を引くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで遠くからざーっという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして見上げるとお門の屋根が蓮に突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには
手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば、築地の下か、道端の土の上で、飢え死にをするばかりである。そうして、この門の上へ持ってきて、犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは、何度も同じ道を停滞した挙句に、やっとこの局所へ到着した。しかしこのすればはいつまでたっても、結局、すれば、であった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために、当然、その後に来る来たるべき、盗人になるより他に仕方がない、ということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな草目をして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都は、もう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を、夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスも、もうどこかへ行ってしまった。下人は、首を縮めながら、山吹の風見に重ねた、紺の青の肩を高くして、門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる、恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも、夜を明かそうと思ったからである。すると、幸い門の上の廊へ登る、幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで、腰に下げた聖塚の太刀がさや走らないように気をつけながら、わら草履を履いた足を、そのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから、何分かの後である。羅生門の廊の上へ出る、幅の広いはしごの中段に、一人の男が、猫のように身を縮めて、息を殺しながら、上の様子をうかがっていた。牢の上から差す日の光が、かすかにその男の右の方を濡らしている。短いひげの中に、赤く海を持ったニキビのある方である。下人は初めから、この上にいる者は、死人ばかりだと高をくくっていた。それが、はしごを2、3段登ってみると、上では誰か火を灯して、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これは、その濁った秋色い光が、隅々に雲の巣をかけた天井裏に、揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜に、この羅生門の上で、火を灯しているからは、どうせただのものではない。下人は、ヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると牢の内には、噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が、思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と、着物を着た死骸とがあるということである。もちろん、中には女も男も混じっているらしい。そうしてその死骸は皆、それがかつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした日の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、
永久に押しのごとく黙っていた。下人はそれらの死骸の腐乱した周期に思わず鼻を覆った。しかしその手は次の瞬間にはもう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情がほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目はその時初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。檜皮色の着物を着た、背の低い、痩せた、白髪頭の猿のような老婆である。その老婆は右の手に火を灯した松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう。下人は六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて暫時は呼吸をするのさえ忘れていた。旧記の記者の語を借りれば頭身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど猿の親が猿の子のしらみを取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が1分ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた飢え死にをするか盗人になるかという問題を改めて持ち出したら、おそらく下人は何の未練もなく飢え死にを選んだことであろう。それほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである。下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く？下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた？いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いてあのように執念黙っている。
これを見ると、下人は初めて明白にこの老婆の生死が、全然、自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただ、ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は、老婆を見下ろしながら、少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の長の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけて、どうしようというようなことはない。ただ、今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると、老婆は、見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何かものでも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ、下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かつらにしようと思うたのじゃ。下人は、老婆の答えが存外、平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が、冷ややかな侮蔑と一緒に、心の中へ入ってきた。すると、その景色が、先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で、口ごもりながら、こんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは、皆そのくらいなことを、されてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを干し魚だと言うて、縦脇の陣根売りにいんだわ。えやみにかかって死ななんだら、今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて、縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて仕方がなくすることじゃわいの。じゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることもお目に見てくれるであろう。老婆はだいたいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めて、その太刀の絵を左の手で押さえながら、冷然としてこの話を聞いていた。もちろん、右の手では、赤く頬に膿を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いている中に、下人の心には、ある勇気が生まれてきた。それは、さっき門の下で、この男にはかけていた勇気である。そうして、またさっきこの門の上へ登って、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は、飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、飢え死になどということは、ほとんど考えることさえできないほど、意識の外に追い出されていた。きっと、そうか。老婆の話が終わると、
下人はあざけるような声で念を押した。そうして一足前へ出ると、不意に右の手をニキビから離して、老婆の襟髪をつかみながら、噛みつくようにこう言った。では、俺がひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を、手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口までは、わずかに5歩数えるばかりである。下人は、剥ぎ取った檜皮色の着物を脇に抱えて、瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく、死んだように倒れていた老婆が、死骸の中からその裸の体を起こしたのは、それから間もなくのことである。老婆はつぶやくような、うめくような声を立てながら、まだ燃えている火の光を頼りに、はしごの口まで、這っていった。そうして、そこから短い白髪を逆さまにして、門の下を覗き込んだ。外にはただ、黒々とたる夜があるばかりである。下人の行方は、誰も知らない。